明けましておめでとうございます。現在ですね、横綱として今1人しかいないっていう状況はあると思うんですけど、その中で今自分はどういうふうに横綱としてあるべきなのか、そしてそれに向けてどういうことに気をつけられているのか、もしよければよろしくお願いいたします。横綱になるまでただ単に強くなりたいと思ってやってたんですけど、なればなったでやっぱその周りの目とか横綱であるべき人がこういう存在だっていうこの認識っていうか、そういうものが皆さんから求められてきますから、それにふさわしいような生き方をしていきたいなと思って、それを大切にしてます。横綱時代、横綱であるためには、稽古もそうですけど、その中で基本ですね、四股すれし鉄砲をしっかり心がけてやってました。四股すれし鉄砲というのは自ら自分でやっていきますから、やっぱりその見てる方もやる方も単純な動きですから面白くないですし、それをやっぱりやっていけないと結果を出さないっていうのは、横綱になってから2、3年で分かったんですよね。もちろんその夕方筋トレもやるようになったんですけど、基本というのは大事だなというのは心がけてやっておりました。そうですね。今も横綱白鵬親方と言った通りにやっぱ毎日のやるべきことを一生懸命やって、私の場合は体ちっちゃかったので人の2倍もね、この稽古と一日の生活に気をつけながら努力していたので、本当に一日一日感謝しながら頑張っていました。人の2倍か3倍ぐらいやってたの。63代横綱元朝日伊勢川親方、よろしくお願いします。横綱っていうのはね、横綱なんです。それについて細かく言ってもないんですけど、やっぱりみんなのお手本になるので、稽古でもそうだし、普段の私生活、それも全部みんなのお手本になるように行動しないと。やっぱりそれを常に頭に置きながら生活してましたね。さっき照ノ富士言ったこともそういうことなんですね。横綱っていうのは本当にみんなのお手本だと。そうなるようにしっかり自分で考えながら行動していかなきゃいけない。多少窮屈な面というのがたくさんあるけど、やっぱそういう思いが一番大切だと思いますね。伊勢川親方は一度漁師されてたんですよね。でその時に、まだ一回大学を離れたけど、ご自身でずっと自主稽古をされてたっていうエピソードを拝見したんですけど、これはやっぱり実際の話なんですか？四股は踏んでました、なるほど。やっぱ入門してからもうなんか1日2回稽古するぐらいの勢いで稽古をしてた、やっぱ稽古の鬼だったんだなっていうところが今、春馬関にも伝わって、そういう風潮ができてるのかなっていうふうにちょっと感じました。うちの部屋はもともと朝稽古を普通にして、終わったらまた夕方から朝稽古と同じ稽古をするので、1年半ぐらいやりました、ね。みんなついてこないんで、30何人いたけども10人いなかったかな。もう1年半ぐらいしばらくの間だけね、またすぐ入ってきたんでいいんですけど、もうそこからはあんまりやらなくなったね。1日1回の稽古で、あと夕方はみんなそれぞれ筋トレしたりとか、そういうふうになってきましたけど、そういう意味じゃ稽古は結構四股だけでも1日500回600回ってそれ普通だったんですね。もう分けてですけどね、朝稽古普通にやって、100番ぐらい稽古をして、また夕方また100番ぐらい稽古をして、そういう感じでしたね。別にそういう特別な思いで残ってる一番っていうのはあんまりなくて、あえて言えば一緒にモンゴルから来た逸ノ城関と水入りっていうのは4分以上相撲を取るともう一回戻って水を飲んでちょっと休んでからもう一回その体勢でやるっていうのは
あるんですけど、それを2場所続けてやったのが結構印象的です。きつかったですか？要は2回やり直したってことですよね。そうね、やっぱでも稽古は十分にしてましたから、そんなになんていうんですかね、疲れはないし、それだけやっぱり一緒に出てきた力士の方と実力の拮抗した取り組みができるっていうのがやっぱり印象に残ってるかもしれないですね。ありがとうございます。それでは、次、宮城野親方、よろしいですか？そうですね、20年の力士生活の、たくさんありすぎて、初金星だったり、練習が止まったりとか、照ノ富士とのね、最後の一番だったりとかあるんですけど、今ちょうど照ノ富士からね、同期のその話がありました。実は春馬富士関と私、同期なんですよ。1月入門と私は3月で。もう本当に一緒に稽古してましたし、もう当時、天にもね、勝たなくて、どうやったらこの人に勝てるかってね、毎日思ってましたし、でそこでやっぱり今の若い子っていうのは取り組みビデオとかね、あんまり見てないのかなっていう。でずっと一緒に伊勢ヶ浜部屋行ったり、当時安治川部屋行ったり、宮ヶ野部屋来たり、一緒に昔の朝口さんの伊勢ヶ浜部屋のビデオとかみんな見てたんですよね。でそこでこの時間前に立つっていうのが最近ないんですよね。で昔のビデオを見てるとそれが結構あったもんですから、で当時天と、私が十両2場所目で天が新十両だったんですかね。初対戦がもしそれが可能であったら2人で時間前に立つっていうね、その約束があったんですね。それができて、ことがちょっと今思い出して、それを取り組み上げたいなと思ってます。この前、聞かせていただいた舞の海関に憧れて相撲を取ってた時期があるんですけど。そうですね、もう本当千代の富士さんと舞の海さんのビデオばっかり見てましたね。どうやって小さい人大きい人を倒すのかっていう。だから横綱になって体大きくなったじゃないですか。取ったりやる横綱って私しかいないと思うんです。だから取ったり小さい人も取れるんで。なるほど。はい、ちょっと自慢しました。でも73年横綱いるんですけど、最初からでかい体で入ってきて横綱になった人っていうのは少ないと思うんです。どっちかというとちっちゃい体を鍛えて上がった人の方が多いんです。確かに照ノ富士関はもう最初から大きかった。自分は大きかった。たくさんありますけど、やっぱ2場所続けて全勝優勝して、その2場所目の優勝決定戦で横綱小関と本当に全身全霊で戦った相撲がすごく印象に残ってます。はい。節目ですよね。横綱に昇進するっていうのは最後に決まった一番とかですね。そういうのは印象に残ってますからね。この取り組み以外もね、稽古場でも相手にこうやって勝ったとか、そういうのがみんなあるの頭の中で。ありますね。そういうのもあると思うんですよね。骨式を土俵の真ん中でぶん投げてやったとか、そういった稽古場での相撲もみんな覚えてると思うんですよ。だからいっぱいありすぎてっていう、そうですよね。そうなってしまう。選べないですよね。選べないですね。ほとんど分かってる。どういう相撲を取ってきたかっていう。大体もう対戦相手見れば名前を思い出せばこういう相撲を取ってきたなっていうのがもうみんな分かってますから、だから節目のやつはもうやっぱり一番印象に残ってると思いますね。千代の富士に勝って横綱決まってっていう、やっぱそれはきちっと覚えてますよね。ありがとうございます。平成19年2007年に、新横綱になりまして、でその時やっぱり、当時朝青龍関が雲類という形で、一人横綱務めて、で我々の伊勢ヶ浜一門は知らないっていうのがね、横綱の型がありますから、それを伊勢ヶ浜の方に教えてもらったっていうのが、私の初めの印象ですね。全然違うやり方してるね。年上がちょっとアレンジしたっていうか、
早いでしたけど。最初はちゃんとやってたんだけど、途中からなんか違うやり方に変えてた。オリジナルの。親方だと必ず一緒におかみさんがこれ必ずやりますので、本当に親方おかみさんのね、このいい縁をいただいて、弟子として16歳で平成12年の9月16日に日本に来て、本当に我が弟子、我が息子みたいにね、可愛がっていただいて、本当に相撲の道、相撲道の道を教えていただきまして、今があるのは親方おかみさんのおかげですので、はい、すべてです、僕の。はい。いっぱい持ち上げたな。そうですね、自分は最初この角界に入る時入門した時ですね、間垣部屋っていう2代目若菜さんの部屋に入門したんですけど、その部屋がなくなることになりまして、でこの伊勢ヶ浜部屋に合併して、でそれで一番最初の親方との出会いが、それが一番最初なんですけど、部屋が変わった途端にすぐにですね、稽古量も変わって環境も変わってですね、応援してくれる人も多くなって、本当にあっという間に大関まで上がったんですけど、その後にまだ12段まで落ちた時も、辞めたいっていう感じで親方と相談して、もう帰りたいっていう、もう早く逃げたいっていう気持ちでずっといたんですけど、でその時に本当にもうちょっと体直してから話しようっていう感じで、そこから今だったらもうちょっとやれるでしょうっていう感じで、本当に相撲をもう一回やるきっかけになったのも親方ですし、その当時から本当に親方の言葉を信じてやってきてよかったなと思ってましたし、今こうやって横綱になってですね、この方たちと一緒にこういう場で座るっていうようになったのも本当に親方のおかげだと思うし、だからこれからもですね、親方を大切にして、本当におかみさんからもたまに言われるのが、お前は奥さんと親方の言うことだけちゃんと聞いてればいいんだって言われたんで、その通りにしていきたいなと思ってます。伊勢ヶ浜親方すごい偉大な存在なんだなというふうに今感じてるんですけど、逆にですね、師匠伊勢ヶ浜親方からして、それぞれ3名の印象は、稽古は無理やりさせてきたので、それはよくついてきたっていう感じですよね。一応これだけのことをやれば強くなる、番付上がる、分かってるので、やっぱそれにもうついてきたっていうのが一番じゃないですかね。もうやっぱりとにかく、基礎も含め地道な稽古をどれだけ取り組めるかっていうところが強い横綱を育てる秘訣っていうことですかね。そうですね。やっぱり気持ちが入ってなきゃいけないしですね。ただやればいいっていうもんでもないし、そういうのを言い聞かせながらね、教えていかなきゃいけない。我慢してよくやりましたね。やっぱり小さい力士っていうのはもともと小さかったんで、人より気持ちが勝たないと強くなれないし、番付も上がって怪我しても何しても休ませることはなかったですね。それによくついてきたっていう感じですね。それで強くなったと思うし、本人もいろんなことを考えて稽古してまた強くなってます、それで照ノ富士が来て、胸を出してね、苦しい思いもしたと思うんですけどね。来た頃は幕下にあんまり勝てなかったな、うちも。でも稽古をしてね、泣きながらでもねぶつかっていって、やっぱその積み重ねでもうどんどん強くなって、体もしっかりできてきて、多分そこで相撲っていうのをはっきり分かったと思うんですね。今までやってきたことと違ってたと思うんですけど、それに向けて邁進したのが、早く大関になりましたけどね。力で相撲を取ってたんで、いつかは怪我するなっていう感じの相撲でしたけどね。もうそれは前もって周りの人にも伝えてましたから、いつやってもおかしくないっていうことなんですね。
その上がり方が結構早かったんでね、大関まで、しょうがないなっていう感じですけど、怪我してからまた頑張れば強くなるからって周りの人にも言ってましたから最初。またそれもしっかりついてきて横綱になってね、立派なもんじゃないですか。で自分は相撲界入ったのも北の名横綱ですね、宇和島横綱ですね。それはもう相撲でね、相撲の取り方でもう左手一本で勝つとね、また北の名横綱ですね、圧倒的な強さでずっと勝った後も堂々としてね、いいなと思って、かっこいいなと思って入ってきたんで。近い頃の目標っていうか、夢ではないですけど、それはですね、引退するまでこの横綱って地にふさわしいような生き方をして、次の優勝を狙って頑張っていくっていうことを一番大事に考えてますけど、次の夢っていうことでは、この相撲界に貢献するような、口だけじゃなくて行動で移せるような人間で、やっていきたいと思ってます。やっぱり現役とまた引退して3年ぐらい経ちますし、夢っていうものがまた違ってきますから、とにかく横綱大関を作りたい、強いお相撲さんを作りたいっていう夢もありますし、たくさん夢もありますから、それを、頭で考えて描いていけば必ず夢というのが叶うもんだなと思いますし、また見てるね、若者、にもこのメッセージを送りたいなと思います。ありがとうございます。はい、私はもう今相撲界から離れていまして、でモンゴルで幼稚園から高校まで1860名のそのモンゴル春文字学園を今経営しておりまして、相撲道の中でよく相撲さんは恩返しという言葉を使います、ね、恩返ししたいという気持ちで、モンゴルの子どもたちに日本の歴史文化日本語を教えることによってもっと日本の国に興味を持ってもらいたい、親身をもらってもらいたいという気持ちで、この学校を経営しています。で、今年でもう70数名が日本で留学をしておりまして、文部省からぼちもたざいた日鳥さんからとかこういう奨学金いただいて、日本で活躍しております。やっぱ国の未来というのは子供たちですので、この日本の子供たちと手を組んで、輝かしい未来を、正しいいい未来を作っていただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういうふうにして、あと、母国であるモンゴル、父国である日本に恩返ししていきたいというふうに夢を持って頑張っています。でも私はまだね、来年も定年なんですけど、その後もね、しっかりまだまだ預かった弟子もいるし、次の関取をね、輩出するようにもう頑張るだけなので、やっぱり何が恩返しってなったら、そういう関取をね、どんどん出していくっていうのが、強い力士を出すっていうのがやっぱ恩返しだし、でも学校に土俵あるもんね。はい、あります。土俵でね、子供たちに相撲を教えて、またそこからいい子をね、こっちに送り込んで、また番付上げるように頑張ってもらうとか、そこはもうみんな同じだと思いますね、そういう気持ちはね。横綱育てたような、やっぱりみんなそういう気持ちで頑張ると思うし、だから私は今夢っていうのもそういうのが一番の、思いでずっとやってきてるので、それはもう変わることなくこれからも続けていきます。ありがとうございます。自分の中で、大体1年プラン、10年プランっていうのは大体出していきますから、その考えたそのプランを実現するために行動に移して忙しくやっていきたいなと思ってますし、視聴者の皆さんにはそういうプランを出して、それに向けて行動に起こして、みんな25年をいい年にしていきましょうっていうメッセージを伝えたいなと思います。部屋で今ね、現役横綱がいますし、
横綱が2025年に、気があったり優勝したりっていうそういう年があったけれど、やっぱり一つ二つ10回優勝しましたからね、一つ増やしていけば優勝していけばまた歴代横綱のねその名前でまた並んだり超えていきますし、あと一相撲ファンとしてはこの初場所ね両大関豊昇龍と小座が優勝争いすればダブル昇進の可能性もあるということですから、それも見てみたいなっていうね、そういう思いと、また部屋から早くまた新しい関取、役力士横綱大関が出ればなと思って指導して2025年にしたいなと思います。私も引退したからずっと現役の時も言っておりましたが、やっぱ全身全霊ということが大好きで、何に対しても自分やることに対して本当に全身全霊で使ってまっすぐ前向きに頑張っていくのみですので、本当にこのビデオを見ている皆様にも主婦の心掛けで全身全霊で一緒に共に頑張っていきたいと思います。実は花間富士がね全身全霊っていう言葉を使ってましたけど、実は私が先使ったんですよね。そうなんですか。大関昇進の時に聞いたことない。全身全霊でって私が先に言ったんですよ。あ、そうなんですね。で本人に実はそれは私が先言ったんだよって、そうだったんだって知らなかったんです。すみません。全然印象に残ってなかった。私が言ってからその後に安倍総理が言って結構話題になったんですよ。ごめんなさい、すみません、なんか。持っていっちゃったん大丈夫ですね。よね。で私はなんで全身全霊って言葉を使ったかというと、いろいろあったんですけどね。で難しすぎず簡単すぎずと思って選んだんですよ。そこがあるとこじゃないから。大きい。面白いのかな。それでは最後、締めも含めまして、そうですね。皆さんに伝えたいことですよね。さっきの夢っていう話もついてくるんですけどね。やっぱりその夢は自分で持ってその目標に向かって頑張っていく。そして叶えることができればまた次の目標に持って頑張っていく。だけど途中で諦めてしまったらそれはそれで夢っていうのは終わってしまって、じゃあそこからまた違うものに行くっていうのはなかなか生きづらいですよね。達成感も何もない中で考えていかなきゃいけない。だから一番大切なのは最後まで諦めないで頑張るっていうことですよね。それをずっとやり続けるんですよね。そこに意味があると思うんですよね。それが成功するかもしれない、しないかもしれないけれど、それをやり続けてれば自分はそれをずっとやってきたんだっていう強い思いができてきますよね。その時にその思いが強ければ自分の夢っていうのは叶うと思うんですよ。だから最後まで、とにかく最後まで、その最後っていうのはないんですけど、ずっと頑張る。もう諦めない。自分の思ったらもう最後まで諦めない。とにかく諦めないで最後まで頑張ってください。そうすればきっとそういった夢も叶えることができると思うし、その思いも強くなればなるほどできるし、周りももっとみんなついてきて応援もしてくれるし、だから諦めないで頑張ってください。ありがとうございます。この度伊勢ヶ濱部屋のファンブック出まして、結構部屋の中のことや全力士のこともう全部載ってますから、特に照ノ富士10ページぐらいあるのかな。そんなあるんですか。もういろんな力士をね、関取衆全員いろんなコメント取ったりとか、岩井この段階でアマゾンでベストセラー1位、今も結構なんかで1位になってるって誰か今日言ってきましたけど、白飯の人なくなるよって言ったらなんか100冊買ったっていうから、いやそこまでしなくてもいいんじゃないのみたいな。でみんなにこう配るんだって言ってやってましたけど、アマゾンとあと全国の書店にも、はい、あとは静岡と青森やっぱり力士多いんで、
一番多く売ってると思いますけど、よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。